ここはガタピシ横丁。この横丁には昔から7つの不思議があると言われている。誰かのいたずらのようで、けれどどこか懐かしい噂話。今日はその4つ目の話をしよう。消えないチョークのケンケンパの話だ。横丁の奥の細い路地に地面いっぱいに書かれたケンケンパの跡がある。雨が降っても風が吹いても上から新しく書いてもその白い線は消えないらしい。その夜わしは噂の場所まで歩いてみた。薄暗い路地の地面に白いチョークの線が浮かび上がっていた。丸が一つ、二つ、そしてその先に左右に並んだ丸が静かに待っていた。古びているのに消えずに残り続けている。生まれた後もなく、ただ静かにそこにあった。わしは一番手前の丸の前で立ち止まった。白いチョークの線は古びてかすれ、ところどころ途切れている。試しにその丸の中にそっと足を置いてみた。その瞬間、スッと足元のチョークの線がゆっくりと色を取り戻していった。かすれていた白は描いたばかりのようなはっきりとした線へ変わってゆく。丸が一つ、また一つ。古びている跡がまるで時間を巻き戻すみたいに新しい線へと書き直されていった。わしは思わず次の丸へと足を移した。その時、わしが動いていないのに少し遅れて小さな足音が後ろから聞こえた。跳ねる音、着地する音、ケン、ケン、パ。けれど、振り向いてもそこには誰もいない。音だけがわしの通った丸をなぞるように静かについてきていた。二つ並んだ最後の丸の上でわしは立ち止まった。胸の奥がわずかにざわつく。そして、そっと丸から足を外した。その瞬間、あれほど聞こえていた足音が、ぴたりと止んだ。振り返るとそこにはまた、古びたケンケンパの跡だけが、静かに残っていた。まるで、最初から何も起きていなかったかのように。このケンケンパは誰が描いたのだろう。遊んでいた子供か、それとももう遊べなくなった誰かなのか。横丁の人は言う。昔の子供たちはあそこでよく遊んでいたんだよ、と。消えないチョークのケンケンパは今夜も静かに地面に描かれている。もしかするとあれは横丁がそっと残している終わらなかった遊び時間なのかもしれない。